皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は履歴書のここ、志望動機の書き方について勉強したいと思います。良い志望動機を書くために、志望動機とは何かを理解して、よく使う日本語や文法を覚えることが大切です。このビデオでは、志望動機でよく使う単語と文法を9つ紹介します。これから留学やワーキングホリデーで日本に行ってアルバイトしてみたいよという方、ぜひ見てくださいね。では始めましょう。さて、日本でアルバイトを始める前に必要なのがこの履歴書です。名前とか学歴、学校について書いたりするんです。そして志望動機はここに書きます。志望動機はなぜこのアルバイトがいいですか？です。例えば、私にとっていいこと、私の将来に役に立つこと、お店にとっていいことなどを書きます。この店は私にとって、例えば、給料や場所などがいいです。アルバイトをしたら、私の将来にこんな風に役に立ちます。私が店員になったら、お店にこんないいことがあります。だから働きたいです。ということです。では、どんな日本語を使ったらいいでしょうか？まずは志望動機でよく使う単語、言葉を勉強しましょう。経験は見たり聞いたりしたりすることという意味です。例えば、喫茶店で働いた経験があります。日本で働く経験を積みたいです。このように使います。コミュニケーション。コミュニケーションは話したり聞いたりすることです。上手にコミュニケーションができます。日本語のコミュニケーションをもっと勉強したいです。このように使います。何々を活かせますは役に立つという意味です。例えば、経験が活かせます。資格が活かせます。将来の仕事で活かせます。このように使います。自信があります。何々に自信がありますは、私はこれがとっても上手です。得意ですという意味です。例えば、接客に自信があります。体力に自信があります。このように使います。両立します。これは A と B を一緒に頑張りますという意味です。例えば、日本語の勉強とアルバイトを両立しますのように使います。では次に、アルバイトの志望動機を書くときによく使う日本語文法を4つ紹介します。1、て来ました。てけプラス来ました。昔から今までずっとしてきたことを言う文法です。例えば、日本語の勉強を続けてきました。17歳の時からコンビニで働いてきました。2、ようになりました。可能形プラスようになりました。昔はできませんでした。今はできます。例えば、日本語が話せるようになりました。上手にコミュニケーションができるようになりました。3、できると思います。可能形プラスと思います。アルバイトの時、何ができるか伝えます。勉強とアルバイトを両立できると思います。経験が活かせると思います。大変でも笑顔で仕事ができると思います。4、
と思い応募しました。普通系と思い応募しました。どうしてその仕事を選びました？応募しましたか？仕事に活かせると思い応募しました。学びたいと思い応募しました。では、実際に書き方の例を見てみましょう。これから、ある留学生が書いた志望動機を読みます。皆さんがお店の人だったら、どう思いますか？この店は給料が高いです。私の家から近いです。ですから、この店でアルバイトをしたいです。例えば、こんな志望動機、皆さんがお店の人だったら、ぜひ一緒に働きたいと思いますか？多分、いいえですね。どうしてですか？思い出してみてください。志望動機には、私にとっていいこと、私の将来に役に立つこと、お店にとっていいこと、この3つを書いたらいいです。今、この志望動機には1つ目の私にとっていいことしかありませんね。じゃあ、さっき勉強した4つの文法を使ってもう一度書いてみましょう。私は18歳の時から韓国のコンビニで働いてきました。それでお客様と上手にコミュニケーションができるようになりました。その経験をこのお店でも活かしたいと思います。接客には自信があります。それに、このお店は私の家から近いですから、日本語の勉強とアルバイトを両立できると思います。将来、日本で会社を作りたいので、このお店で日本の働き方を学びたいと思い応募しました。この志望動機はどうでしょうか？ぜひ働きたいという気持ちとか熱心さがよくわかりますね。とってもいい文章になったと思います。今日は履歴書の志望動機の書き方を勉強しました。日本で初めてアルバイトをする前にもう一つ心配なのが面接ですね。メッシュクラスの YouTube には面接で大切なポイントって何ですか？どんな服を着たらいいですか？こんな動画もあります。ぜひ面接を受ける前に一度見てくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。